ニューヨークはその2006年から僕やってるんですけど、いろんなスケール、いろんなタイポロジーですね。なので小さいものから言うと家具から、展覧会から、美術館から、集合住宅から超高層ビルまでと、ここ5、6年でやっと軌道に乗ったっていう感じがしています。昔からファッションって好きなんですけど、自分がファッション着たり見るのも好きなんですけど、建築家としてなぜファッションインダストリーが面白いかというと、やっぱスピード感ですね。あと遊び心というか、ファッションって年に何回もデザイナーがコレクションを見せるし、それが永遠に機関車のようにずっと続いていって、やはりデザインに非常にこだわることもやるし、ビジネスにも非常にシビアじゃないですか。その両方ができるって、建築家ってどうしてもそれをどっちかしかできないんじゃないっていういまだに言ってるじゃないですか。あれって僕多分まだ可能性があると思っていて、建築家だからめちゃくちゃ儲かるってことです。そうです、想像してもう顔がほころんでますけどね。でこれがこの前東京の都現美に行って、で今回はその日本とディオールの関係に非常に焦点を当てるということで、こうやってちゃんとリサーチして、一つの映画で各部屋が各シーンのようにして設計していきました。こうやって空間の流れみたいなもので、これで和紙の温かみと和を感じてほしいし、でも現代的なその空間としても認識してほしい。都現美に行かれた方はご存知だと思いますけど、1階から最初見えちゃうんですよね、下から。だからネタバレしちゃうんですよ。だから僕はネタバレする時にも下に行っても両方でうまく見えるように、綺麗に見えるようにということで、これディオールの最初のまだ駆け出しの頃って、これは階段でファッションショーやってたんですよ。なのでそういう引用を用いて、こうやってドレスをまず1階から見た時にこうやってスロープ状に見えて、ひな壇のように見えて、で地下2階に行った時もこのように、壮大な景色なんですかね、風景が見えると。でそこにプロジェクションマッピングしています。今後の建築の可能性って、可能性にあふれてる人ですけど、重松さんは。企画力っていうんですかね、やっぱりその建築って総合的に理解しているからこそできるそのアイディアとか、そういうもっと企画とかそのコミュニケーション能力みたいな方が大事になってくる。あるいはどうやったらそのフィジカルなものが残っていけるのかっていうのを今から議論していくべきなんじゃないかなと思います。なので可能性ってやはりこういう時代が変わっている時こそ多分進化もできると思うんで、そこの可能性を探っていきたいですね。だから。じゃあその職をちょっとお話しいただきます。建築と洋服っていうのはもう世界中に行き渡って、ある程度どこに行っても同じような着てるし、同じような建築が建ってるんですが、食だけは非常に地域によって特殊性もあるし、でもそれがグローバルになることもできる。例えばそのフランスのテロワール文化っていうのはシャンパンとかそういうものはシャンパン地方で採れたものじゃないと、そこの風土とか土とかいろんな非常に特殊性を持ったものがそう呼ばれるようになって、それが非常にローカルなんだけどグローバルになれる。これよく僕ディベロッパーにプレゼンするものなんですけど、これ東京なんですが、違った色っていうのはいろんなエリアでちょっと違ったキャラクターを持った街並みが残っていたわけですね。でそれを食卓に例えると、アラカルトスタイルとか、シェアするいろんなディッシュが並んでいて、それをみんなで取り合いながらシェアして、非常にダイナミックなテーブルの雰囲気ですよね。でも今こういう六本木ヒルズとかミッドタウンとか全く同じようなプログラム機能が入ってくると、それが量産されていくわけですよね、成功事例として。それを僕が弁当ボックスと呼んでいて、ここに梅干し入れるんじゃなくて、鰹節入れようよとか、新しいもの入れようよ、米じゃなくて何か入れようよっていう、そういう企画力を建築家が持っていかないと、最終的には、面白い建物ってできないんじゃないかな。なのでそのクライアント側にも優秀な建築家が必要だし、こちら側にも必要だと。なので建築家、業界としてそういう企画力を持っていこうというメッセージとしてこれをディベロッパーさんにお見せしたりします。もちろんリスキーなんで見せない時もありますけど、ぜひこれを、秋オープンですね。タワー同士の関係を考える時期に来ているんじゃないですかっていうのが僕のプレゼンの最初のスライドでした。
でその新虎通りっていう軸線がちょうど伸びて虎ノ門ヒルズのガーデンで止まってたんですね。なのでじゃあつなげることに特化した超高層を作ろうと、ど真ん中を突っ切るように公園を通してしまおうと。でそうすることによってそのネイバーフッドですかね、だいたい20分ぐらいでいろんな開発を歩けるようなルートを作ろうと。で一番上に美術館があるんですけど、その各プログラムの変わったものが真ん中に集積しているので、その軸線が、プログラム的にもアクティベートされる。でこれが中のその公園のような感じが映っていく。超高層にとってエレベーターコアっていうのは一番大事な、もちろんコアっていうぐらいですからコアなんですけど、それを避けてまでも、パブリックがど真ん中を突きっていけるっていうジェスチャーが大事なんじゃないかということをお伝えします。重松さんにオープンデスク行きたいんですと、ニューヨークまで行きますみたいな手紙を書いてくる学生はまだいるものです。はい、学生たちに向けて、建築家ってどんな職業だと。僕は社会の変化というか、その社会の変化だけじゃなくて人間の振る舞いとかライフスタイルとかそういうものの変化を一番、うまく表現とか切り取ることができる職業、その社会がこういうふうになったらいいなっていうことを、あるいは問題提起でもいいんですけど、ある部分をもっとかっこよく先導できるような、職能に発展してほしいなと、自分もそうでありたいなと。ありがとうございました。ありがとうございます。皆様大きな拍手でお見送りください。